今回はニコンの新作レンズニッコール Z28-400mm こちらのレンズをニコンプラザで取材していきます。広角の 28mm から望遠側はなんと 400mm までをカバーした今までにない高倍率ズームのレンズとなっております。非常に幅広い焦点域をカバーしているので本当にこれ1本で何でも撮影できちゃうレンズになってくると思います。レンズの外観を見ていきたいと思うんですけれども 400mm の超望遠までをカバーしているレンズとしては非常に小型軽量に仕上がっていると思います。この収納した状態で長さがだいたい15センチ弱、重さもですね 725g ということで非常に軽量だと思います。 Z6-2 に装着してみた時にはこんな感じのサイズ感です。ズームしてみるとぐぐっと鏡頭が伸びてこのぐらいのサイズ感ですね。ズームした時にはこの鏡頭が2段クリアされるような形でズームされます。さすがに 400mm まであるので結構長く伸びるかなっていう印象ですね。それでもレンズ自体が非常に軽いので400mm までズームした時でも全く重さは感じないなっていうような印象です。これだけ軽かったら非常に手持ち撮影もしやすいなっていうふうに感じます。レンズの外観としてはですね結構幅広のズームリング非常に回しやすいと思います。こちらには焦点距離のメモリもありましてこれだけズームできるレンズですけれども自分がどの焦点域で撮りたいか簡単に調節することができます。広角端でレンズをロックできるこのズームロックのスイッチもついてますね。ロックしておけば鏡頭が伸びることはないので持ち運びするときなんかは便利だと思います。あとは一番ボディ側のところにはコントロールリングですね。フォーカスリングは単体でついているわけではないのでこのコントロールリングで代用することになると思います。またこちらのレンズはですねこのコンパクトな角型のフードが付属しております。装着してみるとこんな感じの外観です。フードがコンパクトなのでこれだけ長く伸びるレンズですけれどもフードをつけていた時にかなり伸びてしまうっていうような感じはなくて非常に取り回ししやすいかなというふうに思います。これでもしっかりゴーストの低減の効果ありますしまたレンズフード自体は非常にコンパクトであってこのように逆向きに装着してもこのズームリングの操作を邪魔しないような感じのサイズ感になっております。このレンズ特徴的なのはやっぱり 28-400mm という焦点距離だと思いますので外に向かって使ってみたいと思います。まず広角域ですね 28mm 始まりっていうところで 28mm といったら、iPhone ぐらいの画角ですかね。非常に馴染みのあるような画角で撮れますね。 28mm からぐっと 400mm までズームしていくとこんな感じですね。例えばここ 28mm だとかなり広く撮れているのが分かると思いますがそこから 400mm ですね。400もあるとここまで大きく撮ることができます。また、このレンズはですね開放 F 値が F4 から F8 の可変するタイプのレンズです。広角端だと今 F4 ですね。そこからズームしていくとこのような感じで F8 まで F 値が変化することが分かります。焦点距離を見ながら見ていくと今28で F4 ですね。そこから回していった時にこの 35mm で 4.2 でこれ50のところで 5.3 ですね。で70で F6、105mm で 6.3、これ 200mm のところでだいたい F8 ですね。それ以降が F8、このような形で開放 F 値が可変していくことが分かりました。このレンズはですね非常に寄れるっていうところも特徴の一つです。最短撮影距離が広角端で20センチというところでこちらの葉っぱを被写体にしてどれだけ寄れるか試してみたいと思います。寄っていくとここですね。この距離でピント合わせることができます。レンズの先端から言うと本当3、4センチぐらいでしょうか。それぐらいまで近寄って撮影することができますね。例えばカフェとかで目の前に出てきた料理とか撮るときにも本当にパッと構えてピント合わせができるそういったような最短撮影距離なので非常に旅先とかでも使い勝手はいいかなというふうに思います。この目の前のこのサボテンですね撮ってみようとするとこの辺でピント合わせることができるのでなんかカフェとか行った時にもこうやってパッと構えて写真撮ることができると思います。最短撮影距離まで近寄ってみます。はい、こんな感じですね。最大撮影倍率が 0.35 倍ということでこのぐらい大きく撮影することができます。広角端で開放 F4 ですけれどもこれだけ寄れるので背景とか非常に大きくボケていると思います。ちなみに望遠端での最短撮影距離は 1.2 メートルということでして先ほどの葉っぱにピントを合わせていこうとするとこれぐらいの距離感ですね。だいたい
2歩ぐらいですかね、それぐらい離れた距離感で撮影することができます。こちらのレンズはレンズ内手ブレ補正も搭載されております。レンズ単体で5段分の手ブレ補正効果ですね。また、シンクロ VR に対応したボディと組み合わせた時には 5.5 段分の手ブレ補正効果を発揮してくれます。やっぱり 400mm まであるような望遠ですので、しっかり手ブレ補正が効いてくれるのは嬉しいと思います。 AF の素早さはこんな感じですね。今焦点距離 70mm で撮っています。こちらのレンズはですね、ステッピングモーター搭載されていて、このように非常にスムーズな AF が可能です。爆速とまではいかないかもしれませんけれども、全くストレスなく撮影できる範囲だと思います。ということで今回はニコンの新作レンズニッコール Z28-400mm ですね。こちらのレンズを紹介していきました。望遠側 400mm までカバーしているので、スポーツだったり野生動物だったりを撮影することもできますし、また寄れるレンズでもあるので低分フォトや花の撮影にも使えます。また広角側は 28mm スタートということで、風景だったりスナップにも使い勝手はいいと思います。そのような形で本当にこれ一本であらゆる車体を撮影したいというユーザーにはぴったりなレンズになってくると思います。ぜひカメラの北村でチェックしてみてください。現在ニコンプラザではこちらの SNS キャンペーンも行っております。ハッシュタグをつけて SNS に投稿すると、こちらの90周年ロゴが入ったコットンバッグがプレゼントされます。ぜひですね、ニコンプラザに足を運んでいただいて、こちらのキャンペーンも応募してみてください。